皆さん、こんにちは。ずんだもんです。今日はね、東ヨーロッパの国、スロバキアについてお届けするのだ。実は、スロバキアって、なんと世界で初めて人工心臓を開発した国らしいのだ。知らなかったでしょう？今日はそんなスロバキアから厳選した3つのニュースを紹介するのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。本日のグラフ、ロシア国家副指揮金の資金が急速に減少、2026年末までに枯渇の恐れという記事なのだ。グラフ DA によると、ロシアの国家富の基金のお金がすっごく早く減ってるっていうんだ。このままだと2026年末までには全部なくなっちゃうかもしれないって話なんだ。一体何が起きてるのか、一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今日は中央ヨーロッパの真ん中に位置する国、スロバキアを紹介するのだ。この国の首都は、ドナウ川沿いの美しいコトブラチスラバなのだよ。かつてはチェコスロバキアの一部だったけれど、1993年に平和的に独立した民主主義国なのだ。人口は約540万人と、ヨーロッパの中では親しみやすい規模なのだ。スロバキアは、壮大なタトラ山脈をはじめとする豊かな自然と、中世の時代から残る歴史的なお城がたくさんあるのが特徴なのだ。世界遺産にも登録されているスキシ城は圧巻なのだよ。主要な産業としては、自動車生産が特に盛んで、一人当たりの自動車生産台数は世界トップクラスなのだ。現在では EU とユーロ圏にも加盟していて、ヨーロッパ経済の重要な一角を担っているのだ。歴史と現代が融合した魅力あふれる国、それがスロバキアなのだ。一つ目のニュースなのだ。フラスト、新釈明。ペレグリニーモートからの融資。揶揄を恐れて非公開という記事なのだ。フラストがペレグリニ大統領選挙のキャンペーン資金について妹の会社から借りた30万ユーロを隠していたことに対し新たな説明をしたのだ。当主の死体エシュトクさんは世間からからかわれるのを避けるためで戦術的な理由と単なる事務的なミスで矛盾した言い方をしてるのだ。でもこれは選挙キャンペーンの透明性を定めた法律を破ったことになるのだ。トランスペアレンシーインターナショナルスロバキアの専門家も意図的な違反なのだって指摘してるのだ。ペレグリニ大統領ももし罰金があるなら支払うって言ってるけど最初は資金は党員からの寄付だって言ってたから話が違うのだ。フラス党の資金の透明性については昔からいろんな疑問が出てるのだ。死体エシュトクさんは自分たちの組織が選挙のルールを守るべきなのに今回それを破っちゃったのはとても残念なことなのだ。他にも選挙費用の上限超過とか怪しい活動の疑惑もあるからまだまだ謎が多いのだ。2つ目のニュースなのだ。本日のグラフ、ロシア国家副指揮金の資金が急速に減少、2026年末までに枯渇の恐れという記事なのだ。グラフ DA によると、ロシアの国家富の基金のお金がすっごく早く減っているのだ。このままだと2026年末までには全部なくなっちゃうかもしれないって言われているのだ。ロシアは戦争を続けているから軍隊に莫大なお金がかかっているのだ。それに原油の値段も下がってきているから国の収入がどんどん減っているのが原因なのだ。戦争が始まったばかりの頃は原油やガスが高く売れたおかげでロシアにはたくさんのお金があったんだけど今はそうじゃないのだ。国が戦時経済になって軍隊にばかりお金をつぎ込んでいて他の分野はかなり厳しい状況なのだ。その足りない分を富の基金が補っているんだけど今年5月の時点で基金の流動資産はたった300億ユーロしか残っていないのだ。これは戦争が始まる前と比べるとなんと3分の2も減っちゃったってことなのだ。この傾向が変わらないと基金のお金は本当に底をついてしまうのだ。ロシアの経済はかなりピンチなのだ。3つ目のニュースなのだ。波乱。うわ、
スワンプシング第1巻第6巻読書日誌2025年35号40号という記事なのだ。ハラン・ムーアさんの傑作コミックスワンプシング全6巻のレビューなのだ。この物語は植物の姿になった元植物学者が自分は人間それとも怪物なのだってずっと自分の本質を探し続けるとっても深いお話なのだ。ムーアさんはもともとのモンスター物語をもっと哲学的なアメリカンゴシックへと昇華させたんだって。主人公は旅をしながら生態系の問題や放射能核戦争への当時の恐怖などいろんなテーマに触れていくのだ。特に白髪のアビゲイルさんとの切ない恋愛模様は大胆で芸術的な絵と相まってコミックの中でも一番美しい部分なんだって。ただ最後の2巻はムーアさんが人気作ウォッチメンに集中してた時期だからか少し質が落ちる部分もあるみたい。でもシリーズ全体としてはちゃんと物語を締めくくって後続の作者にバトンを渡せたって評価されてるのだ。人間性や自然エコロジーについて考えさせられるでも素晴らしい作品なのだ。皆さん今日はスロバキアの紹介から世界のニュース奥深いコミックまでだったのだ。国の魅力社会の動き物語の深さ楽しんでもらえたかな。これからもずんだもんは皆に面白い情報を届けていくのだ。また会うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。